散乱したベッドと、その上で重なり合う裸の二人汗だくのジョージ。部屋中に響き渡る激しいうめき声。夫が秘書の女性に力ずくで侵入し、彼女が満足げに叫んでいる姿を見て、私の心は粉々に砕けた。彼らはあまりに集中しているので、私がそこに立っていることにさえ気づかなかった。家に帰ると、私は即座に離婚届を提出し、前夫の叔父と結婚した。妊娠を目指す第3期に入り、私はシャワーを浴びてベッドで夫を待っていた。今夜こそ、きっと成功すると祈っていた。突然、携帯のメッセージ音が鳴り、夫クラークの秘書ジョーディンからのメッセージが表示された。新しいナイトガウン、ちょっときついかな。ちょっと着て、フィットするか確認して。添付されていたのは、ディープ V ネックの赤いスリップを着た女性の自撮り写真。胸元がほんのり見え、誘惑的な雰囲気を漂わせていた。私はメッセージ履歴をめくると、クラークとジョーディンの以前のやりとりはすべて仕事関連だった。これは手違い？それともと思い巡らせた。突然、背後から手が腰に回り、私の思考を遮った。ハニー、シャワー終わったよ。ソファで？それともベッドで？私はまだ考え込んでいるので、いらえなかった。黙ってるとこちらが選ぶぞ。ソファでしようとクラークは声をかすめ、目には火が宿るような輝きが宿り、私は即座に顔が赤くなった。クラークが寄りかかってキスしようとすると、私は頭をそらした。私の異常な様子に気づき、彼は困惑してみた。どうしたの、ダーリン？まずこれを説明してと私は彼の携帯を奪い取り、そのメッセージを見せた。クラークは画面を分かいて即座に眉を寄せ、電話をかけた。すぐに応答があった。サムナー様、何かご用ですか？クラークは顔をしかめ、声を氷のように冷やした。自分の秘書が顧客誘いを始めたとは知らなかった。一瞬の沈黙の後、ジョーディンの慌てた声が聞こえてきた。サムナー様、申し訳ございません。このメッセージは彼氏に送るつもりだったのですが間違ってお送りしてしまいました。次からこんなことがあったら荷物まとめて出て行け。クラークは電話を切った。ハニー、彼女が間違えて送ったんだ。まだ怒ってるなら明日解雇する。もう遅いし、値打ちのない人に時間を無駄にするな。1週間も会ってないし、今夜は償ってくれ。今夜は疲れた。明日に使用問題は解決したようだが、私の気持ちはぐちゃぐちゃになっていた。クラークの目にがっかりした表情が浮かんだが、強要はしなかった。わかった。先に寝ろ。俺はまだ疲れてないから、書斎で仕事を少し処理してくる。真夜中に激しい雨が降り出した。雷の轟音で目を覚ますと、続けて携帯にメッセージが殺到してくる。不安な気持ちが高まり、これらのメッセージがいつでも私の結婚を打ち砕くかのようだった。まだ起きてる？夫がそばにいないから？雷が鳴って停電になって怖かったんだ。彼が慰めに来てくれたの。夫がどこにいるか知りたくない？メッセージの自慢げな口調を読んで、私の手は思わず震え始めた。しばらくすると、さらにメッセージが来て、住所と一連の数字が記載されていた。今の私の頭の中には、あの女性が誘惑的なランジェリーを着た姿以外何も浮かばない。車の鍵をつかんで、その場所に直接ドライブした。暗証番号を入力すると、ドアが開錠された。リビングのライトがついている。玄関から寝室のドアまで男性のスーツと女性のランジェリーが散らばっており、二人の焦燥感が伝わってくる。寝室のドアの横に捨てられている破れた赤いナイトガウンを見て、私は無謀な感じを覚えた。震えながら手を伸ばし、ゆっくりとドアを押し開けた。散乱したベッドと
その上で重なり合う裸の二人汗だくの常時、部屋中に響き渡る激しいうめき声写真の女性にクラークが執着するように侵入している姿を見て、私の心は粉々に砕けた。彼らはあまりに集中しているので、私がそこに立っていることにさえ気づかなかった。ジョーディンの満足げなうめき声を聞き、裸の二人を目の当たりにして、私は見ていられなくなった。振り返って、よろめきながらドアに向かい、即座に車を発進させた。今日まで、裏切りという言葉が私たちの結婚に当てはまるとは思っていなかった。だが、今、現実は私に激しい一撃を与えた。結婚当時の誓いは、どんなに完璧で厳粛だったとしても、人の心を抑えきれなかった。私は酔いで、今夜は家に帰りたくない。気分が悪い。フロントでもらったルームキーを持って、ぼんやりと自分の部屋のドアまで行った。キーをカードリーダーにかけると、ピッと音が鳴らない。ドアを押そうとした瞬間、突然ドアが開いた。私は凍りついた。反応する間もなく、大きな手に引っ張られて暗い部屋の中に入った。ドアが閉まり、廊下の光を遮断した。私はドアに押し付けられ、男性の熱い息が耳元にかかり、震えた。慣れ親しんだ松の香りが鼻孔に充満するが、それを確認する前に、唇の温かさを感じた。彼はキスを止めて笑った。欲しがってるのに釣れないな。もがいているうちに、不意に照明のスイッチを押してしまった。ダモンおじ前に立っている男性に驚き、彼の勃起したペニスを見て顔が真っ赤になり、慌てて服を着て逃げ出した。部屋を出た後、長い間ためらった末、ついにダモンにメッセージを送った。ダモンおじ今夜のことは何もなかったことにしてくれますか？本当に酔ってしまって、部屋を間違えちゃいました。長い間待ってもダモンからの返信はない。緊張してさらにメッセージを送ると、すぐに相手がブロックしましたと表示された。家に帰ってドアを開けると、クラークの心配そうな声が聞こえた。昨夜どこにいたの？何度も電話したけど、なんで出ないんだ？彼が別の女性とベッドにいた姿を見た瞬間、その顔を見るだけで気分が悪くなり、心が痛んだ。クラーク・サムナー、どうしてこんな汚いことができるんだ？もしも私を愛していないなら離婚してくれればいい。なぜこんな風に私を傷つけるんだ？ナイラ、俺が愛しているのはお前だけ。彼女とは単なる事故だった。彼の弁明を聞くと、さらに滑稽に感じた。つまり、私が他の男と寝て、それを事故だって言えばいいの？肉体的には裏切ったかもしれないけど、心はお前のものだって？クラークの目に一瞬厳しい光が宿った。もしお前があえてするなら、俺はお前とその男をベッドの上で一緒に殺す。裏切りが許せないことを知っているのに、なぜ彼は裏切るのだろう？私は涙を拭き、結婚への皮肉と憎しみを混ぜ合わせていった。同意するかどうかにかかわらず、私は決めた。離婚する。お前に私の許しを与える価値はない。